ログイントゥーアスミニボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、先日リアクション動画の方公開したんですけれども、今回は INI カバー藤巻恭介明日への手紙オリジナル by 手島葵、こちらの動画の歌い方解説、これをですねやっていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。いや、めちゃくちゃ恭介さんの歌声分析しがいがある素晴らしい歌声なんですけれども、どのような体の使い方で声を出しているのか、そしてどのようなテクニックをどの部分で使っているのかなどなど、恭介さんの歌声を丸裸にしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。そして先日公開したリアクション動画の方もですね、私鶴さんの素直な感想が出ていますので、ちょっとね感動しすぎて泣いちゃったシーンとかもあるんですけれども、気になった方はですね、概要欄の方に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからですねクリックして見てみてください。鶴さんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな INI と JO1 の魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 INI カバー藤巻恭介明日への手紙歌声解説していきたいと思います。じゃあ歌い出しからですね行ってみたいと思います。ポチッとな、いいね。まずここね、ウィスパーボイスですよね。今うまく喋れませんでしたけど、ウィスパーボイス。ウィスパーボイスってどういう声かっていうと、声と息をですね同時に出す声の使い方ですね。元気でいますか、こういう感じですね。声の出す感覚としてはですね、こうため息、ここにメロディーを乗せていくような感じ。元気でいますか。そうすると声と一緒にですね、息のサラサラサラっていう音がですね同時に出ていきます。その辺踏まえてもう一回聞いてみましょうね。このサラサラサラっていうのがね、耳元でこう元気でいますかみたいな感じで耳元でこうささやいてくれてるような、そんな雰囲気がしてきますよね。で、声のバランス的にはですね、僕が思う声のバランス、人間の体に三大共鳴ポイントっていうのがありまして、なんだこの指は胸腔、口腔、鼻腔、このね3つが代表的な声が響くポイントなんですけど、全体的にバランスがいいですよね。本当に同じぐらいの割合で声を使っている、そんな感じの声質に聞こえますね。じゃあ次いきますよ。ここのね高音ねすごいな。大事な人は、僕がやるとね今みたいな感じでちょっと地声感が強くなってしまうんですけど、恭介さんは本当にもう低いところと同じぐらいの声質をキープしたまま高いところ歌ってますよね。僕がやると多分ねこれね裏声じゃないと出ないですね。音域が変わっても声の強さが変わらない、その辺注目してもう一回聞いてみましょうね。全く声のパワーが変わんないでしょ。これすごいですよ。大事な人はできましたか。僕がやるとねこういう感じで地声と裏声がですねこうはっきり分かれちゃうんですけれども、高いところね声のパワー変わんなかったじゃないですか。これね裏声をベースにしたミックスボイスだと思います。これはね非常に難しいので相当練習しないと僕はできないですね。じゃあ次いきますよ。そのままのテンションをキープしたままですよね。なのでここまでで声質が全く変わってないんですよね。で、音域によって結構人ってね声質変わっちゃうんですけれども、
変わる原因としてはですね、高いところは声のイメージが上に上がって、で低いところはですね、声のイメージが下に下がる。ちょっとね今分かりにくい言い方したと思うんですけど、例えば低い位置で声を出すとララ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 、こんな感じの声で、高い位置で声をイメージしてですね、同じフレーズ歌うとララ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 、こんな感じで声がねちょっと軽くなるんですよね。ララ、これとララ、こう続けてね2パターンやってみると分かりやすいと思うんですけれども、こういう感じでですね、高い声は声のイメージが上に、低い声は声のイメージが下にみたいな感じにね、結構こう変わっちゃう人が多いんですけど、京介さんはですねずっとこう、高いところも低いところもずっとこう、これねキープするのめちゃくちゃ難しいんですよね。その辺踏まえてですね、今流したフレーズもう一回聞いてみましょう。いつか夢は叶いますか。こうやると声質がね全く一緒なんですけど、さっきみたいにブレちゃうとね声質変わっちゃうんでね、すごく丁寧な歌い方だと思います。次いきますよ。この道の先で、こういう感じの歌い方になってましたよね。これ途中で声を響かせるポイントをですね変えてるんです。この道、ここまではバランスがいいんですよ。胸腔、口腔、鼻腔、全部バランスがいいんですけれども、の先でのところだけ鼻、鼻腔ですね、こちらに声を集めているような、そんな感じですね。そうするとこうまろやかな感じの声質に変わります。この道の先で、こう甘い感じというかね、そんな声質に変わります。その辺を踏まえてもう一回聞いてみましょう。ほらほら、僕が歌ったリズムがちょっと違いましたね。脳のところが一番分かりやすいかな。今分かんなかった方のためにもう一回ちょっと流しますよ。この道の、ちょっとこう鼻声のニュアンスが足されているというかね。じゃあ聞いてみてください。ね、脳が一番分かりやすくこう鼻に声が集まってるかなっていう、そんな感じのニュアンスがですね出ていたかなと思います。本当に耳元でささやいているような感じがしますよね。実際にこう出している声量的にはですね、本当にささやき声ぐらいなのかな。覚えていますか、じゃないと多分このニュアンス出ないんじゃないかな。声量を大きくしてもウィスパーボイスで出せるんですよ。おーぽーみたいな。今ね 1.5 倍ぐらいの声量を出したんですけど、でもそうすると優しい雰囲気っていうのがね、ウィスパーボイスで本来優しいはずなのに、その一番こう大事にしたい部分が伝わりにくくなったりするんでね。で一番手っ取り早いのが声量を下げてあげる。そうすると優しい雰囲気っていうのが出るんですよ。多分声量をねかなり小さくして歌ってんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。多分そうですね。で息のこうサラサラって音の音量っていうのはやっぱ限界がありますんで、そこに対してね声の音量、どのぐらいの音量で混ぜてあげるのかっていうのを決めていくっていう作業が大事になってくるんですけど、息が4割声が6割ぐらいの割合だと思うんで、おそらく声量をねものすごく抑えて歌ってると思います。じゃあ次いきますよ。こう高いところね、さっきも言ったんですけど、やっぱりこう裏声ですね。裏声に地声を混ぜたミックスボイス、確信が持てました。地声だとねやっぱ難しいですよね。この音域をこの雰囲気で歌うっていうのは。裏声をベースにしたミックスボイス、僕すごく苦手なんですよね。こうね、どうしても裏声感が出てしまう。やっぱ裏声になっちゃう。僕がやるとね。ここまでね地声っぽく聞かせられる裏声ってすごいな、京介さん。もう一回聞いてみましょう。
この「のほ」のあたりから裏声に変わってますよね。正確にはミックスボイスですけど、ごめんなさいね、途中で止めちゃってもう一回いきますよ。でその後の「夕場へ」までは全部裏声で歌ってる感じですね。これ本当よく聞かないと分かんないですね。全部地声で歌ってる感じに聞こえる。超うまい、超うまいですよ歌もうね、この年齢でこの歌を歌われたらね、僕なんかどうなるんだって話ですよね。本当になんかもっと努力して歌練習しとけばよかったなっていうふうに京介さんの歌声を聞くとね思っちゃいますね。じゃあ次いきますよ。いい締め。高いところを裏声を使って楽に出せる音域になったら地声を使うことによって全体的な声量をですね一定に保ってる、そんな感じの歌い方ですね。こういう風に音量のコントロールができるボーカリストっていうのはですね、レコーディングがすごくねしやすいんですよね、エンジニアさんにとっては。やっぱり地声とかでこうバーって歌ってね、高いところはでっかく、低いところはちっちゃくなんてね、そういう感じの歌い手さんも結構いるんですけど、そうなると後での調整がすごく難しくて、でやっぱりね高くて力強い声のところはやっぱ質感が変わっちゃうし、で低くて声量がちっちゃいところってなるとまたここでね質感が変わっちゃってね、すごく編集が大変なんですけど、自分が思った歌の雰囲気をですねしっかりと収録してほしい人はですね、こういうふうに声量をある程度均一化させてあげた方が自分のイメージ通りの歌をですねレコーディングできるんですよね。なので京介さんはその辺までしっかりと考えて歌を歌っているんだなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。探し続けていた、ここねポンポンポンっていう風に軽くねアクセントを置いてますよね。そのアクセントを置くことで次のサビのね助走を作ってあげてるんですよね。本当に細かいところまでしっかり考えて歌を作り込んでるんだなっていうのがもうねすごく伝わってきますよね。じゃあお待たせしました、サビいきますよ。すごく綺麗な声すごく綺麗な声。もうこのすごく綺麗な声っていうのでもう分析この部分終了でいいですか。すごくなんか嬉しくなっちゃって、まあねそんなわけにはいかないんであれですけども、地声と裏声、地声と裏声なんていう感じでね、こうね地声と裏声こう行ったり来たりしてますよね。明日をこんな感じですよね。ここで裏声に変わってると思います。映画が地声でこうから裏声ですね。ちょっと細かくいきますよ、この部分。これテクニック的には超高等テクニックですからね。こんなにスムーズにしかも短いスパンで地声裏声地声裏声なんていう風に切り替えられないですよ普通。凄まじいですね。もう一回今度はね、今途中で止めながら説明しちゃったんでもう一回流すんで、じゃあ皆さんどこが地声でどこが裏声なのかっていうのをちょっとね確認しながら聞いてみてください。いきますよ。こうね、もうがここがね地声に聞こえるんですよ。その他はね裏声なんですけど、明日を描こうともがこれ、ね、高いからねちょっとねあんまりこうしっかりした声出せないですけど、が地声が来てきながらが裏声なんじゃないかなっていうふうに僕はねちょっと思いました。間違ってたらすいませんね。ただねそれだけ地声と裏声行ったり来たりもう自由自在ですよね、声の使い方が。今夢のが地声で中へ、ここが裏声ですね。でね一番最初に言ったウィスパーボイス、これも全部ウィスパーボイスで歌ってますよね。なので歌の雰囲気作りとしてはもう先ほども言ったもう一曲通して耳元でこう囁いているようなそんな感じの世界観を作り出しているのかなというふうに思います。じゃあ今流したところね、僕がもう言っちゃったんですけど、どこが地声でどこが裏声なのか皆さんも確認しながら聞いてみてください。いきますよ。
なーだけでしたね、裏声。中へ。こんな感じでしたね。ごめんなさい、間違えましたね。本当にね、間違えてしまうぐらいね、地声と裏声の声質の差がね、少ないんですよ。こんなにね、器用に裏声と地声をこうコントロールできるように僕もなりたいですね。次いきます。輝きをが裏声かな。で、こう輝きをの言い方がすごく切なくてね、僕ねこの部分好きなんです。もう一回いきますよ。輝で、ここでもう一回歌い直してますよね。このね歌い直してる部分がね、切なさがねにじみ出てくるポイントだったりします。その辺踏まえてもう一回聞いてみましょう。いいですね。耳の皆さん、素晴らしい歌ですよ。いいね。このそーっと、このビブラートの書き方ね。そーっとの後はロングトーンで伸ばすんですよ。そーっと、こう余韻をねこう出すかのように、こうちょっとしてからビブラートをかけているっていうね、このね表現の仕方すごいかっこいいですよね。いきますよ。もう一回聞いてください。ほら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 、いいね。ここでね、さっきは鼻に声集めて上に持ってった声質あったじゃないですか。それとは逆にですね、抱きしめての抱き、この部分ですね、胸腔の低いところの声の響きをですねアピールして歌ってますよね。もう一回いきますよ。ほら、いい。この辺はね裏声ですね。これはね、さっきからね地声とか裏声っていう風な言い方してますけど、これは全部ミックスボイスっていう声を使ってるんですけど、全部ねミックスボイスって言っちゃうと何が何だか分かんなくなっちゃうので、なのでね、あえて分かりやすいように裏声ですね、地声ですねっていう風な言い方をしてます。で、サビみたいに高いところに関してはですね、もう全部ミックスボイスなんですよ。京介さんの場合は。もうサビをね、ミックスボイスで全部歌ってるっていうだけでも、ものすごい歌の実力なのに、そこでね、裏声がメインのミックスボイスを使ったり、地声がメインのミックスボイスを使ったりみたいな、正確に言うとこういう風な説明の仕方になっちゃうんですけど、これだとね、ちょっと分かりにくくなって皆さん混乱しちゃうと思うんで、あえて地声、裏声っていう風な言い方をしてますので、よろしくお願いしますね。はい、じゃあ2番いきますよ。ここね、笑っていますか。ここかがね、ほんともうため息みたいな感じのニュアンスで歌ってますよね。で、2番からリズムが入ってくるじゃないですか。ドラムの音鳴ってますよね。ドラムの音が鳴っていてビート感が強くなってます。そのビートに合わせてですね、京介さん1番のニュアンスよりももうちょっとだけ子音を強く歌ってます。で、子音を強くすることによって歌声がですね、楽曲のですねリズムにこう乗っていくんですよね。ノリが出るっていうかね、子音と最後のかの言い方、ここ注目してもう一回聞いてみましょう。ほらもうかが切ないね。まずね、このか最高だね。で、最初のうわー今ちょっと出過ぎましたけど、和の子音はうなんですよね。母音みたいな感じなんですけど、最初にちっちゃいうを入れて、笑って、ここ手の t の子音ですね。ここも強く言ってます。で、最後にか、こういう風な流れですね。もう一回聞いてみますか、皆さん。このね、2番の A メロすごい好きです。いきますよ。ほら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 。京介さんバージョンのね、明日への手紙、上手くなりたいなっていう方は、こういうね、2番からの子音とかも注目してみると、京介さんっぽく歌えるかなっていうふうに思うんで、ぜひやってみてくださいね。いいね、ここね。次いきますよ。
よにのところがすごくこう力強さが一瞬出ましたよね。一瞬こう力強くグッて歌うんだけど、その後は裏声でふわっと歌ってるみたいな雰囲気の作り方、その辺注目してもう一回聴いてみましょう。ほら、よにの後にちっちゃいつを入れているような感じがしますね。そうすると無邪気の無の音がですね、強い音に変わるんですよ。で、弱い音と強い音がフレーズの中にあることによって歌声にですね、躍動感が出ていきます。もう一回ちっちゃいつにも注目して聞いてみましょう。いきますよ。ちっちゃいつじゃなかったですね。普通に息吸ってましたね。息を吸うこととちっちゃいつを入れるって、これ同じ無音状態なんですけど、役割が違って、ちっちゃいつを入れると音楽上休符が表現されます。で、息を吸ってしまうと、息を吸った部分が音符になるので、歌がそのまま流れちゃうんですけど、ちっちゃいつを入れると、そこでね、こう一気にブレーキがグッという風に入ったようなニュアンスが表現されるんですよね。なので、無邪気がすごくこうね、耳に残ったのでちっちゃい「つ」入れてんのかなっていう風にね、勝手に思ったら普通にね、ちょっと息を吸って音符表現でしたね。ごめんなさいね。ただ今回ね、ものすごくマニアックな本当にね、僕がボイストレーナーとしての全知識とですね、経験をもとに今分析中なので、頭フル回転でね、ちょっと勘違いしちゃって違うこと言っちゃったりするかもしれないんですけども、そういった時はですね、こんな知識とかこんな技術あるんだっていう風にね、皆さん吸収していただけたらなという風に思います。次のね、歌声解説とか INI とかね、京介さんのカバーとか新しい曲の時にね、その知識がですね、役立ちますので、自分で自分を慰めるっていうね、新しい作戦やっていこうかなと思います。じゃあ次いきますよ。やっぱ子音強いですね。S。子音を強くして歌う代わりに声をですね、後ろに引くようなイメージで、ちょっと1番よりも歌い方的にはソフトに歌ってるような感じがしますね。で、子音を強く出してしまうとやっぱ声のアタック感が強くなってしまうので、声質自体も荒々しくなっちゃいがちなんですよね。それをおそらくフォローするために声を後ろに引く。声っていうのは前に出そうと思えば思うほど力強い声になりますし、後ろに引こうと思えば思うほど柔らかい声が出るんですよね。で、1番の京介さんの歌い方はどっちかというと前方向でウィスパーボイス。こんな感じのイメージでした。で、2番はリズムがカラオケで入ってくるので、そこに合わせて歌のノリを出すために子音を強く出すんですけど、子音を強く出すことによって声質も強くなる。それをしっかりとフォローするために後ろに引いて、子音は強いんだけど声質はさらに柔らかく、こういった気遣いが感じられる歌い方ですね。その辺踏まえてもう一回聞いてみましょう。多分ね、後ろに弾いた声とかやれてもちょっと分かりづらいと思うんですけど、歌声、ここに注目して聞いてみましょう。1番より若干こうふわふわしてるような、そんな感じのニュアンスが出てると思うんですよね。じゃあ流しますよ。こう後ろに弾いてますよね。あったでしょう。これが今僕がやる後ろに弾いた声です。で、前だとあったでしょう。後ろがあったでしょう。この声質の違い伝わるかな。後ろに弾くと前だと声のパワー感がね変わってくると思うんですよね。おそらく声質のコントロールプラス声を出す方向のイメージ、この辺までね意識して歌ってるんだと思います。じゃあ次いきますよ。ここにここね、R とのあの言い方、若干 N の子音っぽいニュアンスが入ってきてるかな。ここにあっ
なんか微濁音みたいなね、そんな感じのニュアンスが入ってたかな。そうね、微濁音みたいな感じのニュアンスを入れると鼻の方にね声がこう行きやすくて、その瞬間だけこうね声が甘くなるんですよね。その辺踏まえてもう一回聞いてみましょうか。すいませんね、なんかめちゃくちゃ細かいところまで分析するようになっちゃった。皆さんちょっと伝わりづらかったら本当ごめんなさいね。ただね、僕のボイストレーナーとしての人生をかけたような分析になってますんで、わからないところはねぜひねコメントで聞いてください。僕ねもう全部答えますんで。そのくらい今回気合入ってるんですよ、このね歌声解説。じゃあいきますよ。さあ「と」でアクセント。ここに「い」から「あ」になってる。要はここに「に」のここのね母音ね「い」「いや」になってるから、ここをレガートって言って滑らかにしたから、2の N の子音が「あ」につながってるように聞こえたんだな、僕は。そういうことだ。もう分析っていうかもう研究ですね。京介さん研究会。こんな感じですよね。だからこのニュアンスが出てるのか。なるほど、勉強になるな。なんで言葉と言葉をしっかりとここのね境目ができないように滑らかにつないであげるっていう風な歌い方なんですね。素晴らしい。じゃあ次いきますよ。おお、一回止めますね。いつだって、ここね、普通だったら、いつだっての、だと手の間のちっちゃいつ、表現するんですよ。いつだって。でね、ここね、しっかり切るんですけど、京介さんはここを、あえて、レガート、滑らかにつなげましたよね。だから、言葉的には、いつだって、こんな感じになってるんですけど、いつだって、こういう感じわかるかな？聞いてみましょう。ほら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 、わかるかな？いつだまでは言葉の輪郭をガツガツガツっていう風にしっかりと表現してたんですけど、だから手に行くところだけ滑らかになーっていう風にねやって、ここね音程っていうものが存在しないんですよ、レガートなので。だの音と手の音まで滑らかにこうつながっているっていう感じの歌い方なんですけど、これをすることによって一瞬だけジャズとかで使われるような音が今使われたんですよ。ほんの一瞬です。なのでその瞬間だけ雰囲気がねガラッと変わって、ものすごくおしゃれだなっていうふうに思いました。その辺踏まえて今度はね通して聞いてみますよ。ここ待っているのまあって、ここで一回歌い直してね、ここでリズムのアクセントをポンって入れてあげてますよね。でここでしっかりとアクセントを入れることによって次のサビ、ここがですね際立ってくるんですよ。じゃあサビいきますよ。いいね。裏声もねここまでしっかりとね地声感が出せると、やっぱりね自分の意図した感情っていうのを表現しやすいですよね。裏声ってね柔らかいっていう雰囲気を出すにはすごい使える声なんですけど、裏声の中に悲しい感情とか強い感情とか、そういう感情を込めにくいっていうのがねデメリットだったりするんですよ。やっぱ感情を込めるんだったら地声の方が込めやすいので、地声でね柔らかい声が出せれば一番いいんですけれども、京介さんはですね裏声でもしっかりと地声並みの感情を込められるっていうね、これはねやばいと思うんですよ、僕は。もうねやっぱねカバーシリーズ第3弾ですけれどもね、毎回もうベタ褒めですよね。本当にねもう褒めることしかない、褒める要素しかない、むしろ尊敬しています。僕はもうここまでね歌えるようになりたい。じゃあちょっと地声の感情的な部分と裏声の感情的な部分、ここをねどんな感じなのかっていうのを聞きながら確認しながらちょっとね聞いてみてください。いきますよ。もうこれ描くから全部裏声ですからね。でも地声並みにしっかりと感情伝わってきますよね。これが京介さんのすごいところです。じゃあ次いきますよ。
前半地声、後半裏声ですよね。いやほんと器用だと思いますよ。まあこのね、器用ってね、人に言われるまでにおそらくね、僕らが想像できないぐらいの努力をしているんだと思うんですよ。しかも歌ってやっぱその日の体調によって歌ってるね、感覚も違うし、昨日こんな感じで出てた声が翌日になると同じ感覚でやっても出ないっていうことが普通にあるんですよね。なので自分の中でどれだけその声の出し方を癖にできるのかっていうところがものすごく重要なんですけれども、京介さんはですね、その癖にしている歌のですね、引き出しがめちゃくちゃ多いんですよ。で、癖になるまでものすごく努力しないと癖にはならないので、もう本当にご飯食べるっていうと右手で箸を持って左手で茶碗を自然に持つみたいな、もう本当無意識で出せるようになるまで練習反復するっていうことなんですけど、その引き出しが多いっていうことはものすごい時間、自分の歌と向き合ったことだと思いますし、ものすごい時間声を出してね、実際に練習してるっていうことだと思いますので、もう相当なっていう言葉で表現していいのか分かんないぐらい努力してると思います。じゃあ今夢の中へ、もう一回聞いてみましょう。大勢、ここね、フォールってこう音をね、こういう風に投げ捨てるような感じの表現なんですけど、ここがすごく良かった。すいません、途中で止めちゃって、もう良すぎてね、止めちゃいました。じゃあちょっと次は流して聞きますんで。ほら、ぬくもりの言い方もいいね。今ね、すごい切なかったね。ここね、ものすごくこう感情表現のポイントは込められてたワンフレーズだったかなと思います。ぬくも、ここのね、もの言い方とかもね、すごいね、かっこいいですよね。大勢のフォールもそうだし、ぬくも、ここの言い方もね、すごくかっこいいので、ちょっとその辺踏まえてもう一回聞いてみましょう。ほら、かっこいい。かっこいいでしょ、京介さん。ね、みんなも僕と同じぐらいか、あるいはそれ以上にね、京介さんのかっこよさ知ってると思いますけど、本当にね、なんかわかんないけど、自慢したい。かっこいいでしょ、京介さん。つって。本当にもっといっぱい応援してねって。もう本当にね、もうなんかわかんないけどね、自慢したくなる。僕が歌ってるわけじゃないのに、京介さんがね、頑張って歌ってんのに、なんかわかんないけど、僕がね、自慢してますよ。いや、京介さんすごいんですよみたいなね。じゃあ続きいきますよ。ここはね、全体的にやっぱロングトーンがね映えますよね。さっき言ったロングトーンからの余韻を残したビブラート、この使い方がすごく素敵だなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。うなずいちゃう、良すぎて。ね、ここはね、もうほんと聴かせるっていう感じの歌い方ですよね。じゃあ次サビの締めのフレーズいきますよ。もう本当に地声と裏声がですね、同じぐらいのバランスでこう鳴っている。ボイストレーナーとかね、よく声が鳴るっていう風な言い方をするんですけど、鳴るってね、響くっていうね、地声と裏声がですね、もう半々ぐらいでも鳴って出してるような声だから、こう聞いてて不思議な気持ちになるんですよね。ちょっとなんか神がかった歌声っていう感じがしてですね、なんかこう本当にもう神秘的な雰囲気がこう伝わってくるなっていう、そういう風に思います。もう一回ね、進むのを聞いてみてください。すごいいい声ですよね。だからね、もうほんと神がかってますよ、京介さんは。じゃあ次、感想をですね、飛ばして静かなサビから流したいと思います。ここねここね、
無音で歌ってるっていうのがねすごくいいですよねもうここはね歌声の分析っていうよりもね無音で歌ってる京介さん素敵だなっていう風な感想で終わらせたいなというふうに思います。まあね歌声的な解説としては全体的にウィスパー感が他のフレーズよりも強いかな。でも無音になったからその息の音っていうのが目立っただけなのかもしれないんですけど、それプラスこの曲で一番感情が込められてるようなそんな感じの歌声ですかね。もう一回聞いてみましょう。やっぱ感情が一番込められてますよね。もうなんか京介さんの胸の内からこう溢れ出す感情が声に乗って出ていますみたいなそんな感じに聞こえました。じゃあ次いきますよ。そのままいきますよ。いい。もうねこのまま聞いてしまいそうなんでここで止めますけど、さっきの無音のところで 100% の感情を出してその後に割とこう歌を聴かせるっていうね、聴かせるっていうのはこうそこまで感情を込めずに雰囲気を大事に歌い上げるっていう感じですね。感情を 100% 表現しているところで聴いている人たちはですね耳をググッっていう風にこう引きつけて、その後にしっかりとささやくような歌声で優しく届けてあげる、こういった感情表現方法ですね。じゃあ人はからじゃあ続けて聞いてみましょうか。ピークが最初に来てその後は優しくっていう感じだと思います。いきますよ。ここね若干こう聴かせるモード、この辺までね、さっきこの辺止めたんですけど前半にピークが来てそこから徐々にこう聴かせるモードに変わってるっていう感じかな、今聞いてみたらね。じゃあ次どのような雰囲気になっているのか聞いてみましょう。もう優しく包み込むような雰囲気になってましたね。でここで一旦落ち着かせてその後のサビにつなげてあげるっていう流れです。いってみましょう。ここはねこの曲始まって一番の力強さが表現されてます。感情ではなく力強さです。力強さを出すことによって一番の盛り上がりを作ってます。聞いてみましょう。そう一番の盛り上がりなんですけど地声でガーンと張るっていう感じじゃないですよね。あくまで優しい声っていうのを維持しながらの力強い声。普通だとねガーンっていう風にこうね力強い地声みたいな感じでいきたいところなんですけど、裏声をメインのミックスボイスで声をしっかりと前に出してあげる、こういった感じの声の出し方だと思います。じゃあ次いきますよ。この中でも今までだと裏声がメインのミックスだったのが今度地声がメインのミックスに変わってますよね。もう一回聞いてみましょう。そうね、やっぱりね最後はこう盛り上げて終わるっていう風な雰囲気がもうこの辺でね伝わってきますよね。じゃあ次いきます。そうですね、やっぱ地声感が強い。この辺でまたこうソフトな感じに戻ってきてますよね。曲のエンディングに向かって優しく包み込むような歌声に切り替えています。聞いてみましょう。で最後どうくる？優しく終わるっていうね。いや
分析してみたらですね、もう恐ろしいほど高等テクニックがいっぱい出てきますし、恐ろしいほどの種類のですね、声を使い分けている。分析すればするほど京介さんの声にはびっくりしますね。この辺で歌声解説の方を終わりたいと思います。さあ、エンディングです。もうね、今回の歌声解説は始まって以来、本当にもう何回も言いましたけど、僕のボイストレーナー人生とですね、今までの経験を全部ぶつけて、もう本当に分析とか歌声解説じゃ済まないなっていう、もう本当にもう研究していきました、今回は。本当に細かいところもね、本当プロを目指している生徒さんにしか言わないような内容のところまでですね、今回動画で分析してですね、皆さんにお伝えしていきました。でも逆にね、ここまで細かすぎると皆さんに伝わりづらくて、なんかもうちょっと分かりやすい表現にしてほしいなんていう声も聞こえてきそうなんですけど、もうプロっていうね目線で見た時の歌声のね分析とかっていうのは、このぐらいまで細かいところまで分析してしっかりと吸収して練習するんだよっていうところをですね、皆さんにこうね感じ取っていただけたらなというふうに思います。今回ねやりすぎちゃった感があるので、皆さんの感想をですねぜひコメントで教えていただけたらなというふうに思います。次回からの歌声解説動画をですね参考にしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。